はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もですね、サブスタンス 3D 道場の時間がやってまいりました。今回はですね、前回の続きという感じでですね、SFD の、すいません、SDF ですね。SDF のノードを、もうちょっと深掘りしていこうといった回となっております。はい、じゃあ本日はですね、こんな感じで進めていきたいと思います。まず、この SDF を使って、マテリアルを作成したいのだが、どこから取り組めばいいかわからない。そんな時はですね、新規作成のウィンドウからですね、10バージョン16、この間のアップデートからですね、サンプルマテリアルというのがですね、登場しましたので、はい、そちらを選択してですね、全体のノード構成を把握していきましょう。そしてですね、次に SDF での、まずモデリングの作成をちょっとですね、デモとしてやってみたいと思います。こちらでですね、セットマテリアル ID ってどうやって使うのとか、はい、これもですね、また新しいノードとなっておりますので、SDF 用のノードとなっておりますので、解説させていただきます。そしてですね、次に Tips、複数モデルを一つのシェイプスプラッター V2 内で扱えるのか、分岐の際の注意点もご紹介いたします。SDF のノードとかはですね、例えば他のアプリケーションでフーディニとかあるんですけど、そのフーディニに慣れてる方だったりするとですね、じゃあもう S シェイプスプラッター V2 の中でいろんなモデルを一つと、一緒くたに扱えるんじゃないのかと、そういった発想が出てくるかと思います。でですね、そこら辺私もそう思ったんですが、一つですね、注意するところがございますので、そこをご紹介したいと思います。そしてですね、今回のマテリアルの解説、上下関係の注意点など、はい、準備しておきましたので、そちらの方もですね、はい、説明させていただきます。そしてですね、最後に、6月23日にですね、23日と25日ですね、ウェビナーが、本社のウェビナーがございます。こちらもですね、一番最後の方にご紹介させていただきます。それでは、早速やっていきたいと思います。本日ですね、こういった感じでですね、シーンを作ってみました。こんな感じの少しですね、ホラーっぽい感じのゲームシーンとなってるんですけど、本当はですね、こちら、こんなに骸骨をいっぱいにしたくはなくてですね、本当はハロウィン用のシーンを作ろうと思ってたんですね。で、骸骨とかができて、で、骨、そう、他の骨の部分、こういった骨のところもね、できたんですけど、かぼちゃがですね、かぼちゃのマテリアルが全然作り方分かんなかったんですよね。ですので、ちょっとこんな感じでお墓とかを追加して、ちょっとゲーム用にね、使えるシーンかなと思って、作ってみました。こちらはですね、最後の方に紹介したいと思います。ではですね、まずこのじゃあ SDF を興味あってやってみたいけどどうすればいいかわからないとなった時ですね、まずコントロール N でですね、新規作成画面をですね見てみましょう。でそうしますと、ちょっと待ってくださいね。あれを起動しなかったですね。これだ。これでそうですね。はい。これで、はい、来ました来ました。このオールテンプレーツからですね、この、サンプル、マテリアルサンプルズ、こちらがですね、あるんですね。で、こちらを見ますと、このようにですね、いろんなマテリアルがございます。で、一番下の方に、こっちですね、ラスティボルツ、こちらをですね、ダブルクリックしちゃいます。そうすると、このですね、このラスティボルツのマテリアルがですね、どのような感じで作成されているのかといったノードがですね、表示されます。で私もですね、最初、あれこれってどうやったらいいんだろうっていう時は、こちらをですね、参考にしてみました。はい。で、こんな風になってるんですね。こういった感じの、もう錆びたボルトがですね、このようにですね、ございます。はい。こんな感じですね。で、こちらにもですね、いろいろと、はい、3D ビューアーでこういったボルトがですね、確認することもできますし、こんな感じですね。はい、どういうふうにこんな感じの、なんていうんですかね、密度といいますか、っていうのをやってるのかっていうのもですね、こういったシェイプスプラッターの、ノードからですね、解析することができると思います。はい。これ結構ですね、シンプルな構造となっておりますので、最初はですね、ちょっと複雑なのは、この上の方ですね、ウッドとかは確かにちょっと複雑だったりするのかな。この
カラーのところをですねいろいろ重ねたりするところがですね複雑とはなるんですが、他のですねノーマルマップ、ハイトマップ、アンビエントオクルージョンとかそういったものはですねすごくシンプルにですね構成されておりますので、そこら辺はですねぜひぜひ参考にしてみてください。ここら辺ねいいと思いますよ。でこれ中よくよく見てですね気づいたんですが、こちらとりあえずこのシェイプスプラッター V2 ノードの中に一回入ってみたいと思います。 SDF ですねSDF ファンクション、はい、こちらのエディットファンクションですね。こちらですね、こちらの中にですね入ってみたいと思います。はい、そうすると結構シンプルな感じでですねまとめられてるんですね。ただですねこの今ですねここの下の画面これ映ってるじゃないですか。微妙に分かりますかね。こちらのこれが分かりやすいかな。このですねこのここの丸の形状とここの六角形のボルトの頭ヘッド部分の形状がですね2種類使ってるんですよね。2種類使われておりまして、でそれがですねこういうことできるんだっていうのを気づいたんですね。こちらがですねこちらのノードですね if else ノードを使用しながらですね50% ずつやってる感じですね。はい、ShapeID という、get フロートからですね ShapeID というですね項目を作りまして、このハッシュを、間に挟んでおります。でグレーター 0.5 これでですね 50%50% で、このボルトをですね、ランダムにですね、ばらまくことができるといった感じですね。でここで指示しておいて、はい、そしてこちらがですねこちらで作っているのがこの上流のここですね、ここで作っているのがこの間の中の、スパイラルの部分ですね。はい、でそれを最後ガッチャンコしてっていう感じでやっております。こちらすごくですねまとまっておりますので、中身もっと見たい人はぜひぜひご覧ください。ここにですねいろいろ説明も書いてありますので、はい、ではですね SDF じゃあ実際にもう本当に簡単な感じで作ってみたいと思います。はい、そこでですねセット ID セットマテリアル ID の使い方とかもですねやってみたいと思います。今回ですねこういった感じで用意させていただきました。 3D ビューアー見るとこんな感じですね。はい、こんな感じですね。じゃあまずですね実際に作るとどういう風になるのか、まずはですねこちら前回も、説明したような感じでこちらですね SBS ファイルを、右クリックして New からのサブスタンスファンクショングラフ、はい、これをですね作っちゃいます。でリネームしてデモ、ボリューム30みたいな感じですかね。でこちらにですね、スフィアをまず入れまして、セットアウトプットノードでこちらのセット ID の中に行きましょうかね。セット ID の中にですねこちらこの中にまずエディットファンクションでこれと同じもの作っちゃうんですけどね、こちらをですねセットアズアウトプット、はい、スフィアが、できましたね。右クリックでセットアズアウトプットノードですね。はい、ではですねシェイプスプラッター V2 ノードの、新規作成しまして、この中にもですね同じように下に行かないですねシェイプタイプを SDF ファンクションにし、エディットファンクション、そして、デモボリューム30こちらをですねセットアズアウトプット、はいにしときますね。はい、それではですねまずこのビューワーを、見ながらですねモデリングしていきたいと思います。でこのボリューム30ですね、こちらダブルクリックしまして、今、スフィアがですね単体でいると思うんですが、こちらレディアスと、センターポジションをですね入れていきたいと思います。まずレディアスはこのくらいでいいかな。
であとですねキューブですね、キューブも作っていきます。はい、でこちらもですねサイズとラウンディングも入れとこうかな。こちらですね、ここ該当のところをですねこうやって引っ張りますとこのそれに、そのですね候補たちがですねバラーっと並べられますんで、私はだいたいこのですね数値を入れるときはこのフロートとかになります。はい、フロートイントになります。で例えばこの緑色ですと、1単位のフロートですね、フロート値ですね。でこの青色ですと単位が3つ入っている感じですね。要は XYZ みたいな感じです。でこちらはですねラウンディングは、なんていうんですかね、0から1の間に収まりますので3軸必要ありませんのでね、1つの単位でいけるといったところですね。じゃあこちらもですねフロート3一旦111にしましょうか。でこちらは例えば 0.03 とかでですねユニオンスムースでこのようにですねガッチャンコしちゃいます。でこちらセットアウトアウトプット、はい、こうなりますね。でこうやってですねこうやって下げまして、で逆に、スフィアをですねポイント35くらいかな、はい、こうやって開きますね。でこちらスムースの方、ユニオンスムースの方のスムースネスの方にですねまたフロート値が入れられますので、こちらをですねこのように開けていきます。そうすると先ほどのお餅みたいな感じができます。はい、でこちらをですねアウトプットとして使うんですが、この間にですねID とセットマテリアルをですね作っていきたいと思います。まずですねこのセットマテリアル ID をですねそうか、ちょっと待ってくださいね。まずタブを押して SET セットと押しますとセットマテリアル ID とセットマテリアルというのがございます。でまずはですね ID をですね作っていきたいと思います。でこちら間行きまして、はい、でこのようにですねつなげちゃいます。でこちらにですね ID というですね黄色いところ、こちらがございます。ここが、ID 黄色となっておりまして、これインテガーと言いまして、整数値ですね。この中には整数値が入りますという感じです。でこちらですねインテジャーでこちらには0番の ID が、割り当てられてますという感じですね。でですね、フロートとインテジャー大きく違うのはですね、フロートは、ですね、こういった小数点がですね 0. 点なんとかかんとかかんとかかんとかっていう風になるんですが、1点なんとかかんとかかんとかっていうのはあります。インテジャーは、全部整数といったそういった違いがございます。でまたセットマテリアル ID、はい、こちらにもですねつけちゃいますね。で、はい、そしてですねこちらの ID はですねインテジャーで、0ですと同じになってしまいますのでこちらはですね1にしておきます。でですね、この中でもちょっと分かりやすくするためにセットマテリアルも行っていきたいと思います。こちらですね、本当はこれからやる作業としては必要ない部分となっているんですが、どんなもんなのかと分かりやすくですね見せるために、はい、こういうふうにやっておきますね。今ですね分かりましたかね、ここが黒くなりました。これ無視してやってみると白くなりました。でこれをこういうふうにつなげると黒くなりました。ここでですねベースカラーをですねこのフロート3から、変更できます。例えば緑とかブルーいいですね。でこちらにも、セットマテリアル、はい、でこちらはですねブルーだなくて例えば、赤分かりやすいですね。もうちょっと紫っぽい感じ、ちょっと赤にしちゃうとあれか。でもちょっと可愛いですねこういう感じが。
で少し、こちらのですねスフィアをもうちょっと上に上げて、こんな感じで、はい、こんな感じで、セットマテリアル ID することができました。そしてですね、じゃあ上の方に行きますと、セット ID の方を見てみますと、グラフのデータをですね、こうやって見てみます。はい、こちらはですね、シェイプスプラッター V2 はですね、白黒ですので、はい、このようになってますね。グレースケールの、ノードですので。で、ちょっとですね、ロテーションをもうちょっとかけてみて、なんか分かりやすくこんな感じですね。はいはいはい。ちゃんと、形状は出てきておりますね。はい、継承されております。じゃあこちらに対してですね、シェイプスプラッターの、マッパーカラー、こちらをですね、接続したいと思います。こんな感じですね。はい。で、こちらをですね、マッパーカラーのこちらですね、プロジェクションモードですね。プロジェクションモード3つございます。はい、でデフォルトでは from splatter UVs となっておりまして、その他トリプランナー、カスタムファンクションとあるんですが、今回トリプランナーを使いますね。で、トリプランナーの、こちらですね、トリプランナーの項目の中のワンイメージじゃなくて、先ほど ID を作りましたので、このマテリアル ID に、一つ一つのイメージをつけていきたいと思います。はい。こんな感じですね。そうすると一気にですね、パターンインプットがブワッと増えるんですね。ではですね、ちょっと分かりやすく、チェッカーボード、どんなテクスチャーつけられるんだろうと思って、はい、こちらを、グラディエントでいいか。はい。で、こちらグラディエントで、こうやりまして、先ほどの、もうちょい、こんな感じかな。でもうちょいこういう感じですかね。エディットグラディエント、こっちももうちょいピンク寄りにさせてもらっといて、はい、こんな感じで。で、分かりやすいように、あとはパーリンノイズのスケールこんくらいのグラディエントマップをちょっとブルー寄りにしてもって、はい、こんな感じで、はい、でこちらをですね、上の方をパターン1、インプット1で、下をパターン2に入れます。そうすると、はい、こんな感じでちゃんとですね、それぞれの ID によってですね、 ID ごとになんていうんですかね、割り振れた感じになっていると思います。はい、はい、こんな感じでですね、マテリアルをセットしていくことができますという感じですね。ただですね、一つご注意いただきたいところがございまして、それが先ほど、紹介したこちらですね。Tips の方をこれから紹介いたします。複数モデルを一つのシェイプスプラッター V2 内で扱えるのか。で、ここまで来て思えるのは、じゃあいろんな SDF のですね、SDF の形状をこの SDF ファンクションの中に入れて、先ほどのボルトネジのような感じですね、この中に入れて、ここで if else で分岐できるんじゃないかというふうなことをですね、考えました。でそれでそのところ、ここの中で一つ一つに対してセットマテリアル ID 使ってやれば、それもですね、トリプランナーでこのように ID として、マテリアルをですね、テクスチャを割り当てることができるのではないかと思ってテストしてみました。そちらがですね、こちらのデータとなっております。はい、少々お待ちくださいね。今回ですね、このように、マテリアルを違ったですね、こちら、はい、このようにですね3つ用意しました。この
ちょっとさっきの骸骨っぽいやつと丸バージョンと四角バージョンともう何にもないこの、ドーナツ型のものですね。こちらをですね使用して、このようにですねちゃんとうまいことばらけることできたなと思ったんですね。こうやってじゃあ中どうなってるかと申し上げますと SDF ファンクション内行きたいと思います。はい、そうするとですねこれ一つ一つ他のところでやっているので、例えばちょっと待ってくださいね。ですね今この 3D ビューワーに映ってますようにこちらの中入ってみますと、一つ一つですねこうやってスフィアキャラクターキューブキャラっていう感じで一つ一つですね別々でこのファンクションノード内で作ってます。ですのでそっちの方がやっぱりすっきりするなと思ったんですね。でこの中でじゃあ if else を使って分岐させていこうといったところで、if else を使うとですねそれぞれちゃんとですね30%ずつランダムに分岐することができました。でそれどうなっているかと申し上げますと、まずはですねちょっとこいつを下の方にやっちゃいますね。まずはこのような感じですね。スフィアとキューブはこんな感じで、マテリアル ID と、マテリアル ID、セット ID して、if else ですね。if else で、こちら、シェイプ ID からハッシュ11入れて、この 50% でランダムで50/50で出すと。半々のランダムで出すという感じですね。でそしてですねこちら Other となっているんですが、こちらはですね3つ目ですね、Third one、こちらをですね、入れ込んでおります。でその絵も最終的に if else 使っているんですが、こちらはですね、33% にしておきました。まず最初2つで 50% を 50% でやって、で3つ目が追加されたらもう、33% で、3分割っていう感じですね。っていう感じでやったらオブジェクトはですねうまく反映できたんですね。じゃあ何がうまく反映できなかったと申し上げますと、こちらもですねセットマテリアル ID ですね。こちらがですねセットマテリアル ID に先ほど紹介したですねトリプランナーにしてワンイメージパーマテル ID にしました。なんですがこちら一番上のパターン1のですねチェッカーしかですね、反映されてないんですね。でこのユニフォームカラー、をですね他の2つにですねそれぞれ割り振ろうと思ったんですが、それができないというところで一応ですね開発側の方にも聞いてみたんですが、ちょっとですねこちらの if else が今悪さをしているようでして、それで反映されてないのではないかという感じでですね、回答が来ました。そうですね、すみません、今回ですね結構難しいですよね。ちょっとまず触っていただいてというか、多分触っていただくとこんな問題点出てきたなというところに多分ぶち当たると思うんですよ。でそこら辺をですねちょっとねこのチュートリアルでですねもう一回見てもらえるといいのかなと思います。ですので今ですねこちら3つのオブジェクト SDF シェイプをですねこの中にですね1つの、シェイプスプラッター V2 ノードで梱包することは可能です。なんですが3つそれぞれに対して別々の、テクスチャーっていうのを入れるっていうことはできなくてですね、ですので逆に言うと1つのテクスチャーとかでですね先ほどのボルトのようなシーンみたいな感じでもうマテリアル一色体にしてちょっとなんていうんですかね寂れたテクスチャーイメージとかっていうのをですね入れてあげるっていうのは一つ使い方としてありなのではないかなと思います。ですので例えば私の方もですねこちらちょっと形状が似通っている、兄弟みたいなキャラクターになっておりますので、質感とかはね一緒にして一色体にしちゃって、でその一つの SDF の中でシェイプスプラッターの中でいろいろバリエーション違いを分岐させてあげて、作成するということはですね全然可能となっておりますので、
いろいろな使い方ができるのではないのかなと思っております。そうですね、アーカイブを繰り返し見て、やっていきましょう。私ももうちょっとですね、いろいろアップデートがありましたらお伝えできるようにしておきます。そしてですね、次がですね、ちょっと今回のマテリアルをですね、解説していきます。こちら、上下関係の注意点というのをですね、下手くそな絵で、解説させていただきたいなと思っております。まずですね、今回、こんな感じで、ちょっと複雑な感じに、なっております。ちょっとですね、今回、あれなんですよ、要素をですね、少し多めにしてしまいました。で、要素1つ目がまずこちらの地面ですね。ちょっと、環境光をもうちょっと上げようかな。ですね、こちらですかね、ライト。違う、これシャドウだ。ですね、エンバイロメントのエクスポージャー。そうですね、こんくらい明るかったらいいかな。要素はですね、まずお墓と、ハイトスケールもちょっと上げて。そうですね。地面、お墓、骨で、ちょっと、大きいけど小石、そして最後コインみたいな感じになってます。でですね、このお墓の部分はですね、前回、ご説明したような感じで 2D イメージから作成してます。こんな感じですね。ポリゴン作って、このクアッドトランスフォームグレースケールで、ちょっと4点いじりました。こんな感じで4点いじってます。で、ベベル使って、エッジディテクトなどをしながら、こんな感じですね。こうやって作ってますね。こんな感じ。で、なんかいろいろな要素をですね、こうやって入れまして、簡単にですね、作っておきました。で、そしてですね、地面はですね、こちらのガシアンノイズからですね、作成しております。最初はですね、この、ですね、なんていうんだっけ、お墓ですね。お墓の形状、違ってたんですよ。どんな感じだったかと言いますと、これ見えるかな、見てるかな、ちょっと待ってくださいね。こっちか。こっちで、グレイブ、こっちか。なんかこんな感じになってる。ちょっと待ってくださいね。確かね、こっちにしてたんですよ。こんな感じのお墓にして、でここに RIP みたいな感じで書いてたんですけど、結局これって要はこのシェイプスプラッター V2 ノードとこのシーンに持ってきてしまうと、ほとんどこのような感じの上からのですね、見た目になってしまうんですね。ですので、これちょっと分かりづらいなと思いまして、今回こういったですね、ちょっとドラキュラのお墓みたいな感じの方に、変えさせていただきました。といった小話もありつつ、で今回そういったですね、5つの要素を使用しながら、重ね重ね作っております。で、こういった感じでいろんな要素を、置くときにですね、ここ多分私もこんなにぐちゃぐちゃになっておりますので、結構編集するときにですね、ちょっと難しかったんですね。これってどういう風な重ね方だったんだっけっていうのがあったので、注意点としまして、このいろんなものをですね、いろんな、アウトプットといいますか、例えば最初にこちらお墓をですね、このように作ったんですね。地面からまずお墓につないで、そしてそのお墓からですね、こちらもですね、アウトのハイトですね、アウトのハイト、こちらをですね、また他のシェイプスプラッター V2 につないで、それをマスクとして使ったりとか、でもスカル、そうですね、こうやって入れてますね。で、今回のレイヤー構造としましてはですね、こんな感じです。ちょっと先ほど書いたやつなんであれなんですけど、地面がありまして、お墓がありまして、でその上に骨
でその上にコインというのがございます。でこちらですね、例えばお墓の、周りにですね、コインとか骨とかを散りばめたいなんですけれど、それがですね今、地面骨お墓っていう風なレイヤー構造にしてしまうと、それがですねすごくコントロールが、非常に困難だったんですね。ですので例えばお墓をまず最初に、地面の上に何が、まず来るかっていうのをちゃんと考えながら作っていった方が、思考的にも視覚的にも、効率よく、できるのかなっていうふうな思いましたね。はい、何が上に来てる方がいいのか分かりやすいのかとか、そうですね。でそしてノード的にはこういう感じですね。フロー的には地面があって、その後お墓があって、そこから、またそのハイトのマップを骨の方につなげて、そしてお墓と骨を、ですね、重ならせないためにそうマスクを骨の方に作ってつないであげて、でそこからまた、ケースバイケースでコインの方にマスクもまたつなげてあげるみたいな感じで一つ一つ、ですね、重ねていくような感じで作成しております。はい、なかなかね、探るところがいろいろあるノートとなっておりますね。はい、これちょっと別のページ行くとハイトスケールがですねリセットされちゃいますね。はい、でこんな感じでそうですね一つ一つ、重ねていくんですが、例えば一つ一つのですね高さ、このスケールというのをですね扱うのが結構難しかったです。何が一番高いのか、一番なんかデプスがハイトの0から1の、ですね、面積を持った物体はどれなんだろうとか、はい、今回で言うとこの、頭蓋骨の方はですね一応立体ではあるんですが、この高さ面でいうと地面からの高さで一番、ハイトが高いのはこのお墓になるんですね。ですのでこのお墓よりも、頭蓋骨の方はハイトが下じゃなきゃいけないとか、そういったことをですね考えながら作成しました。でそのハイトというのはですね、シェイプスプラッター V2 のこの上の方のこのシェイプの下にこちらにございますハイトスケール、はい、といったところをですねそれぞれ、調整しながら作っていったものとなっております。で先ほどのようにそうですね、でそれで例えばマスクはですねこんな感じでやってますね。そうハイトからハイトマップからこのバックグラウンドインプットといったところをですね入れたりすると、いろいろなですねマスクだったり情報をですね、持ってくることが可能となります。そうですね、パターンインプットと、はい、それで、例えばこれか、こちらでこちらの下の方にですねマスクがあったような気がしております。ちょっとどこだっけな、こっちだっけな、こっちバックグラウンドハイトですね。でいろいろボーン、頭蓋骨の後にこの細かい骨ですね。でそれをやってまたハイトから次ゴールドコインをこのように、入れていっておりますね。それでこんな感じのシーンをですね作っているわけでございます。でこちらからですね最後はこれ何でしょうかね、これ石ですかね、細かい石ですかね、石を、つないで最終的にハイト AO 高さとハイトとハイトマップとアンビエントオクルージョンに持っていってるといった感じです。はい、こんな感じですね。はい、そうですね。これ結構ですね大変な部分もあるんですけど、やっぱりですね楽しかったっていうのが、ありましたね。ですのでぜひぜひ、皆さんもですね一応試してみていただいて、もうちょっとこういうところができないのか、もうちょっとこういうかゆいところに手が届くね機能があったらいいなとか、そういったものがあったら
ぜひぜひ、教えてください。私の方まで、連絡ください。はい。といった感じでですね、使っております。こんな感じの、はい、ノード構造とノード構成となっております。はい、そしてですね、今回最後にですね、ちょっとした本社からですね、ウェビナーがございます。ウェビナーの、連絡がございます。はい、こちらですね、Getting Started with 3D Digital Twins といったところで、こちらですね、23日、6月の23日、6月の25日、今月のですね、23日と25時にございます。ただですね、時間帯が9時の、PST 時間、11時の、CET 時間といいますのが、9時っていうのがですね、日本時間の翌日午前1時となっております。これちょっともう皆さん寝てると思いますので、こちらの25日のですね、方が11時 AM っていうのはですね、日本時間の午後6時となっておりますので、こちらですね、ぜひぜひ 3D のデジタルツインに関してですね、ご興味がある方はですね、ご覧ください。ちょっとしたビデオがですね、このようにありますので、こんな感じでデジタルツインってこういうふうな工業製品とかそういったものをですね、もうフィジカルの製品ともうデジタルの中の、なんていうんですかね、いろいろ販促とか e コマースとかにですね使えるようなものとなっているものです。それの作り方とかサブスタンスでやるとこういうことができますよといったところのですね、本社からの紹介となっております。ウェビナーとなっております。はい、そんな感じですね。こちら私のですね直属の上司がですね説明しますので、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、で本日はそうですね、こちらやりましたね。分岐の際の注意点で、今回はマテリアルの回数上下関係の注意点、それ上下関係とこのハイトスケールの、というところをちょっと、把握しているとこのノードがすごく楽しくなると思います。はい、SDF なんか SFD ってよく言っちゃうんですよね。SDF ですね。はい、そうですね。じゃあそんな感じで本日はですね、いっぱい解説できたのかなと思っております。一応ですね、次回は今月はもしかしたらなんかすごいこれは紹介しなくてはいけないなというトピックが生まれてきたらやると思います。ですのでただ基本的にはまた来月ですかね。はい、来月そうですね。はい、また、来月ですね、見ていただきますと幸いでございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それではさようなら。